はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月まで、年末までの気をつけることや流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。もう残り3ヶ月切りましたので、悔いなく過ごせるためにね、何かちょっと流れ見てみようと思います。それからカペラノートをご予約してくださった皆さん、本当にありがとうございました。これは10月14日までのお申し込みいただいた方に11月末もしくは12月の頭にお届けするものになっています。星の流れがたっぷり載っている2025年版の手帳です。でもちろんPDF 楽しみにしてますという方もありがとうございます。 PDF は11月末ぐらいの販売になります。はい、そしてお問い合わせ結構あったんですけども、カード払い以外ではできませんかということで、今できるようになっています。コンビニ払いもキャリア決済も銀行振込も全部できるようになっていますので、もしご興味ある方は概要欄やコメント欄をご覧ください。お願いします。では行きましょうか。年末までの動き、ヤギ座さんどうですかね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの7、カップ4逆、ジャッジメント、ワンド6逆、ワンド2の逆、ペンタクルス10逆、ラバーズ逆ですね。気をつけることや対策がソードの7の逆とペンタクルスのキング逆と、オラクルははいソードの5です。なるほど、わかりました。そうですね、年末までの流れで一番気をつけてねというか言われてることっていうのは、自分自身をしっかり保ってくださいねっていうのが一番のメッセージのような気がしました。確か10月のね前半も自分神聖な部分とつながるから自分に集中みたいな感じがあったと思うんですけども、なんかね、周りの人と比べたり、周りの状況の人、あの人はいいなとか、あの人は大変だなとか、そういう周りの人と比べたりっていうのではなく、結構ねやっぱ境界線をきちんと引いて、自分の周りにある意味いい意味でのね境界線をきちんと引いて自分の中で選択していくことが一番大事なんですみたいな感じで言われてる気がしたので、そうなんだみたいな感じがしました。で星で見るとやっぱり10月っていうのはその社会運がいいとか、外に出ていく機会があるとか、自分をもっと自分の望む世界のために努力をしましょうということで、それに対していろんな引き合わせがあったり、人とのご縁もつながりやすいねっていう時なわけです。10月全体はですね。そして11月になると、少しね流れ変わってくるんですよね。こう表面的なことではないことで動き出すっていう感じがあります。そしてもちろん10月も社会運すごくいいんですけど、11月っていうのはもっとこう横のネットワークが広がりやすかったりとか、自分にとってもっと心地いい、目標だったりとか、こうなりたいっていう自分の進化ですね、なんかそれがよく見えてくるって感じがあるんです。で自分が一人で進化するだけっていうのは難しいというか、できなくはもちろんないんですけど、他者と関わりながら自分の進化を発見しやすいので、そういう意味で関わっていくんだなっていうのは星では出てるんですけども、でもそうやっていろんな人だったり状況だったりっていうのが見えるからこそ、その中に埋もれるのではなく、自分の体感や感覚や自分というものをしっかりと保つ、いい意味で線を引いておくっていうものがすごく大事なんだなって思ったんです。他者と関わるっていうのは何も他者と協力して一緒に何かをしなければできないわけではなく、他者から来るエネルギーをヒントに自分の中に答えを出すっていう感じなんですね。なんか飲まれたりとか感化はされるのは全然いいですけども、意見を聞きまくって相手の言う通りにするとかそういうことではないんです。いい状況だろうと悪い状況だろうと、他者の状況を踏まえた上で、やっぱり私はこうするべきなんだとか、こうなんだっていう自分の中に答えが出てくる。でちょっとでも迷うみたいなことがありそうな感じがするんですよね。なので迷ってる時ってやっぱり誰かに頼りたくなったり、なんかアドバイス欲しくなったりとかすると思うんですけど、アドバイスはもらってもいいし情報もらってもいいけど、最終的に決めるのは自分ですよねっていうことで、自分の中で答えを出していくんだなっていうふうに思いました。もうちょっと見ていきますね。
なんか今自分の立場を試されてるっていう感じがするんです。なので他者が受け入れてくれていたら大丈夫とか、これがこうなっていたら自分は大丈夫なんだっていうような感じに思っているかもしれませんが、それが変わっていくみたいです。今この状況だから自分がうまくいくっていうのではなく、自分がこうだから周りがそこに合わせ始めるとか、周りは今からそうなっていくみたいな、自分が先に来る感じがあります。やっぱり迷いますねなんかどうしようかなみたいな、すごく大変すぎて藁をもすがる感じで選ぶのではなく、やっぱり楽しいこともあるしうまくいってることもあるから、どっちの方がいいのかなっていうことで、こうどっちがよりいいのかなっていう意味での迷うっていうことみたいなんですよね。カップの4が2枚も出てますね。やっぱりね、ちょっと答えを出すまでにちょっと寝かす方がいいみたいです。すぐに答えは出ない。なんかもうちょっと時が満ちるのを待つっていうか、そうしないと自分の気持ちも確定できないし、納得もできないし、何かそうだって本当に思えるまでもう少し時間をかけた方がいいっていう感じがします。今はたまたま例えばの話ですけど、たまたまいい状況でいいタイミングでいろんな人に会えたし、チャンスも来たからその経験ができた。でもこれもし自分一人だったら絶対できてないなって思うようなことがあるとして、じゃあそれを今からそれを作っていきますかって言った時に、いや一人ではちょっとなとか、いやもっとどうしたらいいかなみたいなことに練る感じがあるんですよね。でどうしようどうしようって考えている、その自分の理想とする形に到達するまでにはまだ道が長いみたいな感覚がして、どうしていいのかわからないっていうところで止まる感じがするんですけど、でも決してそれは止まってるわけではなくて、気持ちの上で発酵させてるというか、寝かせて、納得いく形に感情をね収めるまでの時間がいるだけなんですみたいな感じ。よく若い方とかでも早く成功したいとかっておっしゃる方も多いと思うんですよね。もっとうまくいきたい、早く成功したいって。でも結果だけうまくいって自分の内面がついていってなかったら、外側だけうまくいって結局すごく苦しいってことになったりもするし、外側がうまくいかなくても自分の気持ちはしっかりしている、はっきりしているってなると、どんな状況でもうまくやっていけるようになるので、なんかそんな感じで、決して外側の世界は悪いわけじゃないんですけど、今ヤギ座の皆さんの内側を鍛えている感じがするんですね。で内側を鍛えるっていうのは、その気持ちだったり自分の納得感だったり、何かの思いに対してはっきりと答えが出るまでちょっと寝かしておくっていうことと、もう一つ、その他者がいるからうまくいくっていうのではなく、自分がそうしたいからそうできるんですっていう風に切り替えていくまでのチャンスや時間っていうものが年末まで与えられているんだなっていう感じがします。ここでもペンタクルの10、ね、という、私から見ると逆ですけどもが出てたりとかして、非常にその家族関係だったりとか仲間っていうのは悪くないんですよね。全然悪くないんです。でもそのままそこで仲間がいて、この状況で自分を納得させていくのかって言った時に、いやちょっとっていう感じがあって、なんか本当はもうちょっと何か挑戦したいんです、本当はもうちょっと自分の強さ自覚したいんですみたいなね、なんかそういう思いが出てきそうな気がするんですね。だけど他者のことをすごく気にしている、本当にすごい権力があったとか、本当にすごい実力がある人じゃないとそう言っちゃダメみたいに思ったりとか、なんだか今は今で満たされてるからこそ、その場を抜けてっていうか、そこを超えて何かをしようっていうことが他者に対しての裏切りになるような気持ちがしてしまったりとか、なんだか他者に対しての気遣いっていうものがあるんですよね。なんかそういうのも含めて、何か今現実をしっかりと生きていく、この現実をしっかりと生きていくことによって、それに対する答えが出てくるんだと思います。だから変に言うことを聞きすぎるとか、状況に合わせて判断するっていうのではなく、他者と関わりながらうまくやっていきながら、で私はどうなの、で私はどうしたいのみたいなのをうまくねこう境界線を引きなんで考えながら、自分の中の本当の思いっていうか本当の願いを、あと自信みたいなものをちゃんと温めていくんだなって感じがしました。
またね細々したね流れっていうのはまた2週間ごとの方で解説させていただきますね。今回はとにかく年末まで気をつけることって言われた時に、他者に感化されすぎないんだみたいな、いい意味で境界線引いて、自分の中での思いをもうちょっと発酵させる、熟考させる時間がいるんだって思いました。ちょっと違うカードで見てみます。年末まで何を気をつければいいの？柳田さんは。はい。過去生というカードが出ましたが、このカードはね、同じことが何度も繰り返されていませんかっていうお問い合わせなんですよね。誰かに執着したくなったり、でも誰かが離れていきそうな気持ちになったり、もうこういう人間関係の中で疲れたなと思ってみたりみたいなね、何か自分の人生の中でも同じように繰り返されていることありませんかって、その時に自分の弱みだったりパターンとか癖っていうものに気づけば、それで大成功ですみたいな、その他者の言うことを聞きすぎず、私にまたこのパターンがあった、もしかしたらこの現実は自分が作ってるかもしれないみたいに思って、自分の喜びの方に焦点を当てていくともう変えていけますからね。どうしたらいいんでしょうか。ヒーリング方法は自分を許してねっていうカードが出てます。ここのとこずっと自分ですもんね、ヤギ座の皆さんね。やっぱ自分のことを誰よりも許してください。いいんです、この自分でみたいな。どんなに至らない自分であろうとも、理想とはかけ離れていようともいいんですみたいな。自分のこと抱きしめてねって、許してねっていうカードが出てます。そうすることによって得られるものは何でしょうか。自由だそうですよ。ギフトとして与えられるものはフリーダム。最後にもう一枚引かせてください。はいはい、神聖さというカードが出ています。やっぱり自分で自分のことを許して自分とつながったら現実はすぐに変わるわけです。自分の好きなように作れる、他者の目を気にせずに自分が作っていける世界があるよって、その中で関わりなかったらいくらでも人とつながっていけるよっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら分かりましたという方はぜひチャンネル登録やいいねボタン、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次ね、10月末の動画をアップしていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。